皆さん、こんにちは。お元気ですか？私は公益社団法人日本バリューエンジニアリング協会で VE 活用支援アドバイザーをしております西垣と言います。今回もよろしくお願いします。設備改善の VE について今回はお話ししたいと思います。概論編と書いております。次回はですね、実践編ということで、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ウィズコロナ時代を生きると、もうこれはもう言い古された言葉ですね。はい。じゃあ、このウィズコロナ時代でですね、設備投資はまず慎重にしましょうと。これはもう皆さん言いたいほどお分かりだと思います。コロナ時代の直前にですね、大きな設備投資をして、稼働が低くてですね、大変なことになっていると。これはいろんな業種で発生している事実だと思います。さてですね、そうしたら何も進歩しないじゃないかということですが、それを設備改善に求めていくと、設備改善の着手はお早めにということで、設備改善を速やかに着手していくことが、この時代に非常に重要だということになります。はい。何のためにVE 活動をするのかということですね。今一度考えてみましょう。その活動は本当に役立ってますかと、会社に役立ってますかということですね。思いつくことを片っ端からやる。こんなやり方やってませんかと。やりやすいテーマから改善していると。こんなことありませんかと。改善活動自体がですね、目的化すると。活動することが目的で何件やったとかですね、もうその件数が、目的のように語られると。こういうことやっておりませんかと。こういうことやってるとダメになっちゃいますよと。損益分岐点図をスタートとして VE 活動しましょうと。会社の中でですね、一番大事なのはこの営業利益ですね。はい。でももっと大事なものがあります。経営理念ですね。私は常々こう言ってました。営業利益、どんな業種でもこれは目指さないといけないと。ただ経営理念はですね、一つの会社に一つの理念がありますから、それを達成するためには、営業利益をコンスタントに出すっていうことをしないとですね、これは到底そんな、崇高な経営理念なんて、達成できないよと、いうことで、いわば、そろばんも大事ということですね。そろばんを大事にする。で、そろばんに V 使っていきましょうということですね。でそうすると、我々の V 活動がですね、この変動比率を下げるのにですね、役立っているのか、固定費を活用するのに役立っているか、売上上げるのに役立っているのかということを精査する必要があると。単なる工数低減活動で終わりというのではダメです。やらないよりはやった方がましだという姿勢をちょっと見直していただきたいというのが今回の提言です。はい、それでは改善活動を長続きさせるにはというお話をしたいと思います。こういうお話をする背景にはですね、なかなか長続きしないんだという会社が多いということですね。私は一番の理由はですね、経営層が重要視してくれるというこの部分がですね、すごく大事だと思っています。経営層が大事だと思うとですね、改善活動が安定化しますね。来年はどうなるんか、続くんだろうかと、こうじゃなくてですね、安定して、なると。費用もですね、ちゃんと出していただけると。でそうしますとですね、改善のノウハウがですね、蓄積してきます。私も様々な経験をしましたが、改善ノウハウをですね、ノウハウ集のような小冊子にしてですね、全部の現場にお渡しすると。今の時にそれを見た人がですね、うちもできるじゃないかと、こういうふうに思いましてですね、同じような改善してくれるわけです。似たような改善するのはつまらないことではなくてですね、経営から言うとですね、ものすごくありがたいと。失敗がないですね。それから確実に効果が出ると。でそうすると、やった人もですね、また教えてくれた元のノウハウを開発者も一応ハッピーになるということになります。量産効果ですね。改善の量産効果です。嬉しい言葉ですね。経営者にとっては本当にハッピーな言葉です。でこうしますと、個々のテーマとですね、営業利益がリンクしてくると。がっちり、先ほどの変動比率とかですね、そういうものと
ああ、この改善、これに結びつくんだなっていうのが経営層がですね、実感してくれるようになるわけです。すごくいいですよね。で、目標利益、営業利益ですね。経営者にとってはね、これ頭の痛い話なんですよ。毎年毎年5%ずつぐらいは伸ばしていきたいということですね。で、同じとか下がるのは絶対嫌なんですよ。これは経営層がですね、これを目の当たりにするとですね、これはずっと続けていこうじゃないかと、次の、もし経営者が変わってもですね、次の代にも、教えていこうと、こういうふうになって文化になっていくわけです。逆にですね、改善が長続きしないというとですね、安易なテーマ選定を繰り返すと、先ほどお話ししましたね、片っ端からやっていくとかですね、それからもう安易な、イージーなテーマに取り組んでいくとか、それから活動目的型でやってしまうとかですね、こんなことばっかりやってると。そうすると、営業利益との関係性が不希薄になってくると。実感が伴えないんですね。営業利益が出たとしてもですね、あんなテーマでは別に、利益がこれ関係なさそうだなと、別の要因なんだろうと、こういうふうに思われてしまうと。それから営業利益が減ったときはですね、あんなテーマばっかりやってたらダメだと、もう、うちの V 活動もそろそろ、改善活動もそろそろだなと、こういうふうに、そうするとツールとしての有効性に疑問が出てくるということですね。クエスチョンが出てくると。そうすると経営層の関心事ではなくなると。経営層はやらなくていいみたいな顔はしませんけれども、監視時ではなくなってしまうことは当然です。そうすると、何が起こるかというと、予算が縮小されたり、組織が縮小されたり、ありますよね。でそうなると、改善活動は当然縮小します。言い訳ができますね。言い訳できるから、もうあんなんではできないと。でそうすると、やはりこの安易なテーマ選定にまた走ってしまう。ぐる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 悪いスパイラルが回って非常に良くない状態に陥ってしまうということです。私も実際に、じゃあそれではいけないということですね。やはり改善効果が改善費用を生み出す理想のサイクルを作っていきたいなということで、考えてみたわけです。その理想のループを回るような状態はどうすれば作れるんだろうと。これができるとですね、前期の改善効果がキャリーオーバーを起こすと、持ち越しとなるわけですね。改善効果がキャリーオーバーですからね、これもうすごくありがたいわけです。それから前期の改善ノウハウがたまります。で、そうすると別のテーマがまた生まれてくるんですね。これもすごくありがたい状態です。そして一番嬉しいのはですね、改善の数字もさることながらですね、改善効果が次の増収利益を発生させると。これが非常に経営にとってもありがたいし、確実に営業利益が読める状態になるわけです。これを見てみましょう。改善活動がスピードアップするとですね、どんないいことがあるでしょうか。私は改善はですね、できるだけ早めにやろうといつも言ってました。早めに終えてしまおうと。1年かけてゆっくりやるのやめてちょうだいねと。どうしてかと言いますと、早めにやればですね、効果はずっと、あと、2ヶ月でやれば、あとの10ヶ月効果出続けますよね。それからまた逆にですね、年度の最後の方で、これ来期にしますとか言われると、いやいやいや、すぐやろうよと、今期の費用を使う。で、来期の効果になるんだけれども、それがキャリーオーバーを生み出すわけですね。ですから、年度で改善するなということでいつも言ってました。もうスピード上げようと、どんどんですね、いいことをやろうと。そうすると、当期効果がですね、積み増されるようになるわけです。そうすると、営業利益予算オーバーが発生する。これはもう、驚くようなことですね。経営始めた頃はですね、もう青息吐息でですね、なんとか営業利益100%を言っていたのがですね、だんだんですね、それの達成が早くなると。そうすると、
まあ一番いい年はですね、なんか半期ぐらいで営業利益いくなっていうような年もあります。そうすると、何が起こるかというとですね、私はどんどん営業利益増やすのやめようよということで、当年度の費用として活用すればいいじゃないかと。そうすると、これですね、期中の早い段階で達成すると。そうすると、改善費用に使ったりですね、それから反則費用に使ったりすると。そうすると改善費用すると、次の改善のスピードアップになる。反則費用に使いますと、増収に使えると。もう非常にいいサイクルが確立できるわけです。ワクワクしますよね。皆さんの会社でもできるんですよ。これは別に何も、特殊な話ではなくて、改善を早く回すことで、予算を早めに達成してしまうということがですね、実はどの業界でも可能だと思っています。じゃあですね、顕在化した問題がもうすでにあるっていう場合は、この方が優しいですからね、これからちょっとお話してみましょうか。設備の準備や後始末に時間がかかっていると、こんな会社多いですね。で、これは段取り時間と言ったりですね、それから洗浄時間と言ったりですね、いろんな時間がありますね。いわば機械の付随時間ですけれども、実時間ではない普通時間ですけれども、止まっていると。そういう情報をちょっと聞いたらですね、これ改善テーマだなと、こうなります。じゃあこれやったらどうなるかっていうのをですね、この図で考えてみるんですよ。これは先ほどの損益分岐点図を V の機能系統図に直した図です。一番上は固定費を活用するですね。はい。設備のこういう段取り時間を縮めるとですね、実稼働に使える時間増えるじゃないですか。これ活用できますね。それから、これにかかっている人がいますよね。この人たちも活用することができると。はい。それから、変動比率。これはですね、連続生産なんかしてる会社は特にそうですけれども、連続生産の前後でですね、こういう準備作業や後始末の前後で、かなりの原料の廃棄物を出してしまうところがあります。これも下げられますね、改善によって。こういう改善をして、設備が空いてですね、設備に空きが出てくると、それで、売上を上げる増収利益を得ることができるということです。この仕組み、すごく魅力的じゃないですか。で、こうすると、毎年着実に営業利益を出すと。私はこの、改善とですね、個々の改善とそれから増収利益をセットにするっていうのがですね、改善を非常に効果的にするですね、いい方法だなと思って、で、そして実践もしてきました。皆さんもこれ聞くとですね、ワクワクしていきませんか？つまり日々の改善はですね、いろいろやってるんだけれども、会社の営業利益にあまり寄与しないなと。これはもう40年前の私の姿です。ところが、この増収利益とセットすることによってですね、非常に大きな効果を出すことができるわけです。じゃあ、いつもね、先ほどのようないいテーマがばっかりあるとは限りません。じゃあ、潜在化した問題を掘り起こす設備改善なんていうのはですね、どうやっていくんだろうかということですね。これ潜在化した問題っていうのはですね、設備改善に非常に、鉱脈があるという意味ですね。はい。設備改善に取り組んでいくとですね、どんなことが分かってきたかというとですね、短期的には修繕費など費用増をですね、抑制できます。これはありがたいですね。外に払う費用が減るということです。それから増産になったときに、これはコロナ後にですね、急に増産になったと。あの時設備投資しとけばよかったという補助をかむ。それを設備改善で変えればいいわけですよ。増産対応イコール外部費増とかですね、人員増とか残業増とかならないんですよ。設備改善やっとけば。それから3つ目、減産になってもですね、リスク回避できると。さらに減産になったと。改善のものですから、投資よりはもう圧倒的に費用は少ないと。いうことになります。それから、
品質上、コスト上、あるいは稼働上で、設備稼働上ですね、安全上、人の安全上の問題があって、なかなか日頃から手についていないと。こういう懸案問題に手につけられるということですね。そして、設備に、中長期的にはですね、設備に対する従業員の理解が進みます。この設備にですね、注目していただけると、従業員の方がですね、さまざまなこの現象に対してですね、理解を深めようとすると。ただ覚えるんじゃなくてですね、これは非常に従業員教育の上でも大事だと思います。それから改善工事、先ほどね、ずっと改善の話してみましたけれども、改善工事、外に出している間はですね、本物ではありません。改善工事を内製化できるようになるとですね、いかに今まで、外に出してた費用がですね、高かったかというのもよくわかります。で費用流出を抑制できると。でもちやもちやにやらせた方がいいんじゃないかという向きもおられるでしょうけれども、設備購入するのはパッケージとして完成している最低限。できたらもう、それを結合するような部分は内製化してしまうというのがですね、あるべき姿だと。つまり、見かけ上のコストだけでなく、人の教育がすごく進むという技術教育が進むということの、根本的な部分でもあります。それから3つ目、言われたことをやる人からですね、工場にいますね、あなた改善する人、言われたことをやる人、そういう受け身の人がですね、別に改善の最後までできなくてもいいんですけれども、改善のアイデアを出す人に関わってきてくれると。そうすると、向こうの方からですね、こんな風にしたらどうですかと言ってくれると。すごくいい状態ですね。それから品質上、コスト上、稼働上、安全上の懸念が当然減ってきます。上はですね、増収利益を呼ぶんですよ。設備改善はですね、何が美味しいかというと、設備を改善したと。改善したら設備が余ってくると。余ってきたところにですね、さまざまなこの反則のテクニックを使って、仕事を入れていくと。そうすると増収利益を生んで、先ほどのサイクルが回り出す。ここがもう最高の部分です。ですから設備改善なんですね。それからこの中長期的にはですね、従業員の方のモチベーションが上がります。これもすごく大事なことで、仕事を通じてなんですよね。何か行事をしてとかそうじゃなくて、仕事を通じてモチベーションが上がる。これ日々上がりますから、これほど、いいことはないというふうに思います。はい、最後にですね、こういった素晴らしい設備の改善の部位をですね、習慣化しておきたいということになりますね。なかなかここが難しいですね、習慣化が。ちょっと調べてみました。認知心理学という世界でですね、道具が透明化するという不思議な言葉があります。これ毎日見てるとですね、設備が透明、道具が透明化すると、例えばこのメガネですね、あれ、メガネどこへ置いたかなね、かけてたなんていうのがありますね。これが透明化ですね。マスクしてると。マスクしてるんだけれども、あれ、コップで水飲みそうになったと。あ、そうだ、マスクしてたんだと。これね、こういうメガネとかマスクですね。透明化する。こういういつもつけたりしてる道具、それから工場に行くといつも出てくる設備はですね、透明化してしまう。風景になってしまうということです。で、これを、そうするとですね、改善のアイデアなんていうのはなかなか出てきませんね。で、逆にですね、感情が何か働くと、事故があったりするとですね、あんま良くないんですけれどもですね、設備、他危ないとこはないかなと、見てしまいますよね。で、感情が働くとドーパミンが出て記憶が作られますと。機能の定義を表現するという行為、何々を何々するという行為はですね、物の本質を捉えたときに感じる感動を呼ぶ行為なんですよね。ですから V が何がいいかというと、ここはネジを締めろじゃなくて、このネジ締めはですね、何かの脱落を防ぐという目的もあるし、
機密を保つという意味もあるなというようなことをするとですね、気づかなかったことが分かった。これ感情に訴えて感動を生んでるわけですよ。これが習慣化の裏付けになると。習慣化しやすく増収利益に結びつく設備改善のお話をしました。皆さん、設備改善やってみたくなりませんか？次回の実践編ではですね、具体的にどういうふうにして進めていくかのお話をしたいと思います。ぜひ、ご期待ください。今日はどうもありがとうございました。増収利益、これ忘れないでくださいね。ドーパミンが出るということです。はい。本コンテンツに対するお問い合わせはですね、協会事務局までお願いいたします。アドレスはここ。はい。これで、セミナーを終了します。ありがとうございました。